こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、長い遠征の戦いが終わり、やっと見慣れた景色が戻ってきました。やはり拠点は落ち着きます。特に今回は長く離れていたものね。これで地上で入手するべき建築材の材料は、現時点であらかた揃ったかと思います。しかし反面、もはや安心安全の地上で、のびのび建築材集めができなくなりました。ネザーや海底神殿の先延ばしが限界です。それにしても、やけにシリアスモードね。先のことを考えれば真剣にならざるを得ないです。さて、前回は予想に反し、冒険の時間実績の解除に失敗しました。ネタまでシリアスすぎるわよ。3行足らずでは、画面が全然埋め尽くせないのが悩みどころです。あらすじをなんだと思っているのよ。ともかく先々の課題を考えると、前回の時点で実績解除できなかったのは痛かったです。おそらく冒険の時間に再トライするタイミングは、この先の建築材集めに難航した時の、息抜きがてらとなりそうですが、その時またも解除失敗したら、耐えきれるかどうか正直不安です。つまり、スランプになった時と状況が似てしまうということね。さて作り直しです。材料の蓄えが豊富なエンダーチェストは問題ないとして、シルクタッチの材料はまだ建築材で消耗するんです。ダイヤのご利用は計画的に。あれ？なんだ呼び持っていたんだ。いやエンチャントが微妙とか、ではないですね。フォート3を見間違え、でもないし。備えあれば憂いなしとか嘘なんです。備えあれば忘れた頃にやってくるんです。語呂が悪いわよ。ところで、この弓さえ利用できないでしょうか。さてまあともかく遠征の後片付けをと、ペタペタと地図をはめ込んでいたところですが、やはり一筆書きがずれてます。睡蓮の葉を忘れて地図作った場所ね。まあでもこの程度なら、遠目から見れば気づかれずに済みそうです。で、54枚の地図を並べるとこんな感じです。このうち唯一メガタイガを見たのはこの場所で、ジャングルはこの3カ所で踏破しています。ジャングルは一続きかもしれないわね。で、メサは3つの地域で5回目にしていて、キノコ島は現時点で4つ発見している、という状況です。それにしても、左右アンバランスが気になるわね。地図9枚分もあるので私は全然気になりません。さて、馬鎧は第2レースが始まりましたが、これが決着しないことを祈ります。万一決着したら大変なことになっています。さすがにそんな状況になるとは想像しづらいわね。なので想像を絶する状況のはずです。さてようやく遠征の後片付けは完了。ここからは怒涛のクラフトタイムです。TNT はあと3つ作れば準備完了で、火薬は11個余りました。適度に使い切れたわね。そして次はピストンのクラフトをと考え始めたところで、ラバたちが左に回り始めました。やはり、この程度では効果が切れるのが早いようです。まるで意味がわからないわよ。詳しい説明は省きますが、電流流すと磁界が発生するのと似た現象なんです。省いた理由はよくわかったわ。さて、ピストンのクラフトにかかると、しばらくはレベル4ビーコンが使えなくなります。そういえば鉄も材料だったわね。この先ビーコンを使うのは、ウィザー戦と海底神殿攻略の時くらいでしょうから、まあ差し障りはないでしょう。なお、廃鉱産の木材はここで使い切ります。そしてピストンのクラフトは完了。ここからです。何が？怒涛のクラフトタイムといったのは、決して伊達ではありません。おそらくこの企画で、最もきついクラフトがディスペンサーです。さてまずは、使い物にならない弓の方から試すことにします。うまくいけば野戦がいらなくなるってことね。そして、緊張の瞬間です。
やっぱりダメですか。まあダメ元だったんですよね。とか思っていたのは10秒足らずで、やはり予想通り、エンチャント月弓でもクラフトできるようです。予想通りだったのはクラフト覚え間違いしていたことよ。そして、それから20分経過しました。だいぶテンポよく作れるようになってきています。どのくらい進んだの？まあざっと6割くらいです。さらに8分経過して、ようやくディスペンサーのクラフトが完了しました。クラフトが終わった時に、2秒ほど達成感で感無量状態だったのはここだけの話です。つまり、うるっときたのね。なお終盤は100個8分のペースでしたので、1時間で750個ペースです。もしもこのピラミッドをディスペンサーだけで作るなら、クラフトだけで130時間ほどかかりそうです。もっと慣れたら100時間切れるわよ。そして丸石のラージチェストを1箱からにして、プレイ再開から約1時間、建築材の用意が完了しました。その半分がディスペンサーね。少々後片付けを行って、建築ターンに入ります。さて、今回の建築材は約2100個で、一度で全て運びきれるんですよね。つまりピラミッド昇降が1回で済むのね。もはや上り下りだけでも大変です。さて忘れ物の最終確認を。松明忘れてた。言い訳すると、建築材の管理の仕方を変えたのがあだとなり、松明の準備が抜けた次第です。直前に気づいてよかったわね。では久々の最前線に向かいます。直前に気づいていればよかったわね。さて、現時点のピラミッドは130層までで、工事進捗は 95.7% です。そしてこの建築ターンが完了すれば 2% 増えて、97.7% に達します。例の影は順調に村を目指していますが、この先どちらに向かうかは未知数。おそらく次にゲームを中断再開した時に、判明するかと思います。しょっぱなは TNT ね。もはやあれこれ心配するのは諦めました。これはただの建築ブロック、規格冠水まで爆発しません。そもそも TNT は建築材の中で最も親切なんです。なんといっても一目で TNT とわかるように書いてあって、こんな親切な建築材は他にはありません。親切なのに爆発するとか考えにくいです。一目で危険物とわかるように書いてあるだけじゃないの？さて次は禁止ブロックです。この上にポドドルを積みますが、ポドドルへは伝播することはないはずです。で、もはや1周1分40秒ほどで積み切れて、ほんとサクサクです。そしてここで急に、ラバたちが寂しがっていないか気になり始めました。さてラバたちを可愛がってきたところで、念のための再確認をしておきます。一応昔確認したことがあったのですが、ピストンが光を投下するかどうかです。もし投下しなければ、そろそろ村の湧き潰しが必要になるものね。そして8分後、松明をぐるっと一周設置し終えてピストンにかかり始めたところです。ピストンも変える酔いするかもと心配していたのですが、意外にも軽度で済みました。ありがたいです。横線の模様があるのが良かったのかしら。そして、ピストンを積み終えた時点で地図を見てみたら、真っ赤っかじゃないの。これなら TNT の場所が一目でわかります。さすが親切です。ただの警告色なんだけどね。で、プレイが長引いているので、今回はディスペンサーで締めとなります。これは見るからに変える酔いするわね。ドロッパーそっくりですから。でもそういえば、ドロッパーとどこで見分ければいいのでしょうか。試しに並べてみたらよくわかりました。笑顔と驚愕の違いだったんですね。三角と丸の違いよ。さて、ディスペンサーを積み終えたところで今回はここまでです。次回は残り4種類の建築材を積み込んでから、ネザー攻略にかかろうかと思います。
先にネザーにするんだ。海底神殿はポーションがないと厳しいですから、3カ所目のネザー要塞を見つけるのが先決です。その探索中にネザー水晶をかき集めていく、という感じで考えています。もっともネザーはかなり苦手意識があるので、どうなることやらですが、どの道いつかは行かないといけないので、頑張るだけ頑張ってみます。それではまたね。バイバイ。